バリスタジオミュージックスクール音楽探検隊へようこそ。このチャンネルでは音楽制作や楽器演奏に関連した様々な情報をお届けしています。というわけで今回の鍵盤マスタードは名曲から探るピアノアルペジオということで、トトの名曲99という曲から探っていきたいと思います。この曲は今お聴きいただいたようにイントロのアルペジオフレーズがとても印象的な曲で、この99アルペジオを紐解きながら9つのステップで解説していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。では、まずステップ1、99アルペジオリズムの基本形。まずはこのアルペジオのリズムがどのように構成されているかを解説いたします。このアルペジオは3つの音で構成されていて、この3つの音を16分音符で繰り返し演奏する形になります。3つで繰り返すので16分音符で弾くと拍に対してだんだんとずれていきますが、最後の音を8分音符にすることで1小節ちょうどに収まる形になります。このリズムが99アルペジオの基本形になります。ステップ2、トライアドコードの99アルペジオ。トライアドの構成音は3つなので、99アルペジオで演奏する場合、コードの構成音をそのまま繰り返す形になります。例えば C メジャーの場合、構成音はドミソ。ディグリーで言うと135。なので、先ほどと同じように、ソ、ミ、ド。また、これを展開させて、ド、ソ、ミ。もう一つ上のミ、ド、ソ。このように演奏することができます。マイナーの場合も同じ形になりますので、例えば a マイナーの場合、基本形はラドミ。これをミ、ド、ラの形で演奏すると、あるいは展開させてラ、ミ、ド。もう一つ展開させてドラミ。このように演奏することができます。ステップ3、セブンスコードの99アルペジオ。セブンスコードの場合は構成音が4音になりますので、一つ音を抜かなければなりません。その場合、コードサウンドに最も影響を与えない音から抜いていきます。その最も影響しない音はルートの音になります。ルートはベースの音が担っているので、特にコード内になくても響きに影響しません。まずメジャーセブンス。例えば C メジャーセブンスの場合で考えると、構成音はドミソシ。この音からルート、つまりどの音を抜いたミソシで構成します。例えばソミシ。展開させてシ、ソ、ミ。もう一つ展開させてミ、シ、ソ。このように C メジャーセブンスの響きになります。また、マイナーセブンス。例えば a マイナーセブンスの場合、構成音はラドミソ。この中からルートを弾きますので、残りのドミソで構成します。このままソミド。展開させてドソミ。もう一つ展開させてミ、ド、ソ。このような音になります。また、ドミナントセブンスの場合も同じく構成音はドミソ、そしてシのフラット。この中からルートを省き、3、5、7、つまりミ、ソ、シのフラットで構成します。ソ、ミ、シのフラット。
展開させて、シのフラット、ソ、ミ。また一つ展開して、ミ、シのフラット、ソ。ドミナントセブンスはこのような感じになります。ステップ4、テンションコードの99アルペジオ。まずはトライアドにナインスが入ったアドナインス。例えば C アドナインスで考えてみましょう。構成音は1、9、3、5。つまりドレミソ。これが構成音になります。4音なので一つ省く場合はルートになりますので、残ったレミソ。これが構成音になります。ミレソ。一つ展開してソミレ。もう一つ展開してレソミ。このように演奏することができます。次に C メジャーセブンスナインスの場合を考えてみます。構成音はドミソシレ。今回は音が5つありますので、ルートを省いてさらにもう一つ音を省かなければいけません。ルートの次にコードサウンドに影響を与えない音は5度の音になります。つまり C メジャーセブンスナインスの場合は5度の音、ソを抜きます。残ったミ、シ、レ。これが構成音になります。ミレシ。一つ展開させてシミレ。もう一つ展開してレシミ。メジャーセブンスナインスの響きはこのような感じになります。また a マイナーセブンスナインスの場合も同じく構成音ラドミソシ。この中からルートと5度を抜いたド、ソ、シで構成します。ソドシ。一つ展開させてシソド。もう一つ展開させてドシソ。このような感じになります。また同じく a マイナーセブンスイレブンスの場合であれば構成音ラドミソレ。この中からルートと5度を抜いたドソレで構成します。ソレド。展開させてドソレ。もう一つ展開しレドソ。このようなサウンドになります。ステップ5、トップノートを変化させる。今までは同じ3音の繰り返しでしたが、今回はトップノートを変化させてみましょう。例えば C メジャーの場合、まずミドソの展開を中心に考えます。そしてこのミのトップノートを一つ上のファに変えます。コードで言うとサス4の形になりますが、ここからスタートします。その次にトップノートをミに戻す。次にこのミを一つ下のレにします。構成音はソドレ。そしてまたミに戻す。この進行にしてみます。流れで言うとこのような形になります。次に a マイナーの場合も同じくドラミの構成音を中心にします。そしてこのトップノート3度のドを全音上げのレからスタートします。そして3度に戻す。次にドを半音下げてシラミ。また
半音上げてドラミ。流れでやってみると、このようになります。このパターンは99のイントロで最初に出てきたパターンですね。また C メジャーでもその他のやり方としては、ドソミを中心に、ドを全音上げたレソミからスタートして、ドソミに戻し、次にドを半音下げてシソミ。そしてまたドソミに戻す。このような方法もあります。流れでやるとこのような形です。あるいは右手の動きはこのまま同じで、ルートだけをラにしたパターン。これは Am7 のドソミ。これを中心にした変化のさせ方です。またその他にもドミナントセブンス。例えば C セブンスで使う場合は、ミ、シのフラット、ソ。ここを基本として、トップのミの音を半音上げたファシソ。ここからスタートして、ミシソに戻り、ミを全音下げてレシソ。そしてまたミシソに戻す。このようなやり方もあります。流れて弾くとこのような感じです。ステップ6、コードに追従しないでステイさせる。これはダイアトニックコードの進行で使える考え方で、ディグリーでいう1、2、5の音を使ってベースのみを変化させるサウンドになります。例えばキーが C の場合、1、2、5はド、レ、ソになります。この例題では C、Jesus4、Am7 のケイデンスの中で右手はずっとド、レ、ソをステイして演奏しているパターンです。ステップ7、1-5のコードを繰り返す。これはダイアトニックコードの中の1、つまりキーが C であれば C メジャーと5の G メジャーを交互に演奏するパターンで、例えばコードが C メジャーの場合、このようになります。分数コードの響きが混ざった感じのコードサウンドに聞こえますね。また、右手を変えないでルートだけを A に変えて Am7 の時にこのように使うこともできます。ステップ8、音の並びを変える。今までは高い音から順番に弾いていましたが、その順番を変えてみることもできます。例えば C サス2の場合、ソ、ド、レのパターンや、レドソのパターン、ドレソのパターン、このように演奏することもできます。また Am7 ナインスでも同じくソシドのパターン、ドシソのパターン、シドソのパターン、このような感じです。ステップ9、展開させていく。これは同じ構成音を展開させていくことでドラマティックなサウンドカラーになります。例えば C メジャーの場合、高い音域のソミドからスタートし、一つずつ展開を下げていくパターン。また Am7 11でソドレを低いところから展開を上げていくパターン。
このようなパターンもあります。さていかがでしたでしょうか。今回はトトの名曲99のアルペジオから紐解いて9つのステップで色々とバリエーションを考えてみました。ぜひピアノアルペジオを弾く時の参考にしていただければと思います。そしてこのチャンネルではこれからも楽器制作や音楽演奏について様々な動画をアップしていきます。またその他にももし耳コピでのお悩みや音楽理論、演奏方法についてのご質問などはぜひお気軽にコメント欄へ書き込んでみてください。そしてチャンネル登録と高評価の方を何卒お願いいたします。またバリスタジオの LINE オフィシャルアカウントにご登録いただきますと個別相談も受け付けておりますので概要欄のリンクからぜひご登録ください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。